ご覧いただく前に、この映像は観察と分析を目的とした内容です。肌の状態や衛生面を十分に理解しないまま、安易に同じことを試すことはお勧めできません。一見すると、よくある角栓や毛穴詰まりのように見えるかもしれません。しかし、見た目が軽そうでも、内部では長く詰まりが続いていることがあります。今回はこの状態がなぜ起きたのかを最初に見ていきます。その上で毛穴の内容物と周囲の肌の反応を合わせて観察していきます。大切なのは、取れたかどうかより肌がどう反応しているかです。表面では小さく見える詰まりでも、内部では想像以上に長くとどまっていることがあります。まず考えられる背景の一つは、皮脂分泌の多さです。皮脂が多いと、毛穴の中に不要なものが残りやすくなります。そこに古い角質が重なると、出口は少しずつ詰まりやすくなっていきます。出口が狭くなるほど、中の内容物は押し出されにくくなります。その状態が続くと、内容物は少しずつ密度を増し、動きにくくなっていきます。
これが小さく見えるのに意外と頑固な詰まりができる理由です。もう一つ考えたいのは、摩擦や洗いすぎによる刺激です。肌を強くこすりすぎると、表面は一時的にすっきりしたように見えることがあります。しかし実際にはバリアが乱れて刺激を受けやすい状態になることがあります。つまりの問題と刺激の問題が同時に存在していることもあります。また、同じ場所を頻繁に振るく、背も無視できません。小さな接触でも回数が増えるほど肌にとっては負担になります。特に以前から何度も振られている部位は次の刺激にも敏感に反応しやすくなります。表面が黒く見えるものは出口付近の内容物が酸化している可能性があります。一方で、白っぽいものでも内部には硬い内容物が残っていることがあります。そのため、色だけを見て詰まりの状態を決めつけることはできません。より正確に見るためには、赤み、毛穴の形、表面のツヤ、キメまで一緒に観察する必要があります。
ここからは実際に見えている毛穴の状態を細かく見ていきます。まずわかるのは、毛穴ごとに詰まり方が微妙に違うということです。黒く開いて見えるものもあれば、白く閉じているように見えるものもあります。少し盛り上がって見える毛穴は、内容物が出口付近に近づいている可能性があります。ただし、盛り上がっているからといって必ず動きやすいわけではありません。出口がまだ十分に整っていなければ、内容物は途中で止まりやすくなります。この違いがあるため、似た見た目でも実際の反応には差が出ます。肌表面の光り方を見ると、部分的にツヤが強く見えるところがあります。これは皮脂分泌が活発であることを示しているかもしれません。このような肌では、一つ取れたように見えても、周囲に似た詰まりが残りやすいです。そのため、一つの目立つ毛穴だけで全体を判断しないことが大切です。ここで本当に注目すべきなのは、内容物そのものより周囲の肌の反応です。
もし周囲にうっすら赤みがあるなら、すでに軽い刺激が入っている可能性があります。その状態で圧が繰り返されると、内容物より先に周辺の組織が負担を受けやすくなります。見た目の変化が小さくても、肌は圧や摩擦にとても敏感です。だからこそ、分析では内容物だけでなく、周辺の色や質感も重要です。内容物の質感にも差があります。柔らかく見えるものもあれば、硬く見えるものもあります。硬い詰まりでは、内容物が動く前に赤みだけが増してしまうことがあります。この場面では、まだ押せると考えすぎないことが大切です。反応が鈍いほど力を足したくなりやすいからです。さらに、皮脂が多い肌でも表面が乾いて不安定なことは珍しくありません。その場合、見た目のツヤだけで肌が強いとは判断できません。つまりが多いことと肌が強いことは別の話です。今回のような状態では、急な炎症より慢性的な詰まりの印象が強くあります。
慢性的な詰まりは派手に見えなくても繰り返しやすいのが特徴です。だからこそ、短い一場面だけで全体を決めつけないことが重要です。ここからは実際的な注意点と考え方をまとめていきます。まず大事なのは、見えている詰まりをすべて無理に取ろうとしないことです。肌の状態は日によって変わり、耐えられる刺激の量も一定ではありません。すでに赤みがあるときや表面が荒れて見えるときは特に慎重であるべきです。目立つ毛穴ほど気になりますが、気になることと今振るべきことは同じではありません。また、衛生面の管理を軽く見ないことも大切です。肌に触れるものが清潔でない場合、刺激だけでなく別のトラブルにつながることがあります。処置後の肌は見た目以上に敏感になっていることがあります。そのため、処置後に不要な接触を減らすこと自体が大切なケアになります。少しきれいに見えても、内部にまだ内容物が残っている場合があります。
一方で、少し残っていても肌が落ち着いている方が良いこともあります。つまり、完全に取り切ることだけが正解ではありません。より大切なのは、肌の負担を増やしすぎないことです。この種の映像から学べるのは、強さではなく見極める視点です。どの毛穴が動きやすそうか、どこから先が負担になりそうかを読むことが重要です。日常のケアとしても、こすりすぎないこと、振りすぎないことはとても大切です。皮脂が多い肌ほど、強い刺激よりもバランスを意識する必要があります。最後にまとめると、今回の状態は皮脂、角質、刺激の積み重なりで起きている可能性があります。そして見るべきなのは、内容物だけでなく周囲の肌の反応です。赤み、光り方、キメ、毛穴の形はどれも大事な手がかりになります。結果だけでなく、その過程で肌が受けた負担も一緒に考える必要があります。今回の分析が毛穴詰まりを見るときの視点作りに役立てば嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。今後も肌をどう読むかという視点で一緒に見ていきましょう。